25年間です。四半世紀ものの間、世界中の規制当局がこれは安全だという、根拠にしてきた科学論文が先日いきなり撤回されました。主役はおそらくあなたが名前を聞いたことがある除草剤ラウンドアップです。一体何があったんでしょうか。今回はですね、この論文撤回を報じる複数の記事をもとにその裏側をじっくりと掘り下げていきたいと思います。科学的な論文ってやっぱり客観的で信頼できるものの代名詞みたいに思われがちですよね。そうですね。でももしその論文が製品を売る側の企業によって密かに書かれていたとしたら、今日はそんな科学の信頼性そのものが揺らいでしまうような話です。早速この問題を一緒に紐解いていきましょう。はい。今回撤回されたのは2000年に Regulatory Toxicology and Pharmacology という、学術誌に掲載された論文です。結論は非常にシンプルで、ラウンドアップとその主成分グリフォサートは人間に健康リスクをもたらさないというものでした。なるほど。この論文がですね、本当に長い間モンサント社のうちは安全ですっていう主張を支える、一番大事な柱になっていたわけですよ。そのモンサントの主張を支える重要な柱というのがこの論文だったわけですね。となると、がぜん誰が書いたのかが気になります。独立した第三者の研究だったからこそそれだけの信頼性があったんですよね。まさしく。論文の著者として名前が載っていたのは、ゲイリー・ウィリアムズ氏、ロバート・クルース氏、イアン・マンロー氏という3人も科学者でした。はい。で、重要なのは、彼らがモンサントの社員ではなかったという点なんです。だからこそ、これは企業から独立した客観的な評価だという体制が成り立っていたんですね。なるほど。でもその体制が崩れる時が来たわけですね。きっかけは何だったんですか？きっかけはですね、ラウンドアップが原因で癌になったと主張する人々が起こした一連の裁判でした。裁判。そして2017年その裁判の過程で、モンサントの内部文書、つまり社内のメールなどが大量に公開されることになったんです。内部文書の公開、なんだか映画みたいですね。そこで何が明らかになったんですか？そこにまさに決定的証拠と呼べるものがありました。モンサントのある幹部が書いたメールです。ちょっと待ってください。今からそのメールの内容を読みますけど、これ耳を疑いますよ。コストを抑えるために我々モンサントが執筆を行い、外部の科学者には編集と署名をしてもらう。2000年のウィリアムズ・クルス・マンローの論文でやったのと同じやり方だ。これ自分たちの不正をマニュアルみたいに書いてますよね。信じられない。そうなんです。これはゴーストライティングと呼ばれる行為で、科学の世界では最も重大な倫理違反の一つです。企業の従業員が実質的に論文を書き、それを独立した研究者の名前で発表する。うわ。これは料理のレビューでレストランのシェフ自身が客のふりをして絶賛コメントを書いているようなものです。どれだけその料理が本当に美味しかったとしても、そのレビューは全く信用できませんよね。まさに自白ですね。しかも同じやり方だってことは、これが常道手段だった可能性まで示唆している。これって会社ぐるみでやっていたんでしょうか？その可能性は非常に高いです。というのも、論文が発表された後の社内の反応を示すメールも公開されていまして、モンサントの幹部だったリサ・ドレイク氏が、この論文作成に関わった複数のモンサント社員を称賛しているんです。3年間にわたるデータ収集、執筆、レビュー、そして著者との関係構築という彼らの努力と献身を褒めたたえている。著者との関係構築。生々しい言葉ですね。つまり名前を貸してくれる科学者を探してうまく関係を作るというところまでが仕事だったと。そういうことです。さらに後の CEO、つまり会社のトップになるヒュー・グラント氏もこのチームに対して、これは非常に良い仕事だと絶賛していました。彼らがこの論文を単なる科学的な探求ではなく、いかに戦略的なビジネスツールとして見ていたかがわかるメールもちゃんと残ってるんです。そんなものまで。ラウンドアップとラウンドアップレディ作物の防衛、そしてジェネリック製品との競争上の差別化に利用すると、その目的がはっきりと書かれていました。科学を完全にビジネスの道具として使っていたわけですね。しかしここで本当に不思議なのが、この爆弾的な証拠が出たのが2017年ですよね。なのに論文が実際に撤回されたのはつい最近。なぜ8年間もかかったんでしょうか？学術界ってこういう不正にもっと敏感なのかと思っていました。そこが今回の問題の根深さを示している点なんです。情報がこうになっても、それが学術的なプロセスに反映されるまでにはものすごく高い壁があることが多いんですね。壁ですか？まず学術誌の編集部も一度掲載した論文を撤回するには相当な勇気と確たる証拠がいりますし、それに誰がその申し立てをするのかという問題もあります。誰かが声を上げないと何も始まらないと。2017年にあれだけの証拠が出たのに誰も正式には動かなかったんですか？そうなんです。結局直接のきっかけを作ったのはビクトリア大学ウェリントン校のアレクサンダー・カウロフ氏とハーバード大学のナオミ・オレスケス氏という2人の研究者でした。彼らはこの論文がいかに絶大な影響力を持っていたかを分析して、その結果を添えて学術誌の編集部にこの論文は撤回されるべきだと正式に要請したんです。
8年間放置されていた問題についにメスを入れた人が現れたわけですね。ええ、学術誌の編集長によると、これが彼の元に直接届いた最初の正式な申し立てだったそうです。この申し立てを受けて、編集部は調査を開始し、最終的に撤回という重い決断を下しました。その撤回の理由というのは具体的には何だったんでしょうか。やはりゴーストライティングが問題視された？はい。編集長であるマルティン・ファンデンベルフ氏が挙げた理由は主に2つです。まず第一が、まさにその点。著者の独立性と責任、そして提示された研究の学術的完全性に関する深刻な倫理的懸念。倫理的懸念。これはモンサントの社員が共著者として名前を載せることなく執筆に深く関わっていた、つまりゴーストライティングの事実を指しています。まずは倫理的な問題が第一に来るわけですね。その通りです。そして第二の理由も非常に重要です。はい。それは論文の結論がモンサント社内の、しかも未発表の研究にのみ基づいていて、外部で公表されていた他の研究を意図的に無視していたという点です。都合のいいデータだけを集めてきたということですか？そうです。これはチェリーピッキングと呼ばれる行為で、科学研究においてはこれもまた重大な不正行為とみなされます。先に安全だという結論を決めておいて、その結論に合うデータだけを選んで論文を組み立てた疑いが強いということです。なるほど。結論が正しかったかどうか以前に、その作り方、プロセス自体が全く科学的ではなかったと。おっしゃる通りです。編集長は最終的に、ここに明記された懸念は学術誌の科学的完全性を維持するためにこの撤回を必要とすると結論付けています。中身の正しさを議論するその以前の問題だという厳しい判断ですね。これだけはっきりとした不正が指摘されたわけですが、当事者たちはどう反応しているんでしょうか。モンサントを買収した今の親会社バイエル社の言い分はどうなんですか？バイエル社はですね、モンサントの関与は論文の謝辞のセクションで適切に記載されていたと主張しています。愛知ですか？手伝ってくれてありがとうみたいなところに名前が載っていれば OK ということですか？でも愛知に名前があるのとゴーストライティングとでは天と地ほどの差がありますよね。科学的サポートという言葉でどこまでごまかせるものなんでしょまさにそこが論点なんです。科学的サポートと実質的な執筆では意味合いが全く異なりますからね。論文の執筆そのものに深く関わっていたのであれば、共著者として名を連ねるのが科学界のルールです。愛知での言及だけでは利益相反の開示としては全く不十分だというのが学術誌側の最終的な判断だったわけです。一方で規制当局、例えばアメリカの環境保護庁 EPA なんかはどう見てるんでしょう。自分たちが安全性の根拠としてきたかもしれない論文が実は不正なものだったと突きつけられたわけですから。 EPA の反応も非常に興味深いですよ。彼らは論文の撤回は認識しているとしながらも、グリフォサートに関する規制上の結論を出す上で、この特定の論文に依拠したことは一度もないと述べているんです。それは本当なんですかね。ちょっとトカゲの尻尾切りみたいにも聞こえますけど。鋭い指摘ですね。実際には過去の EPA の評価文書でこの論文が引用されていたという指摘もあります。ですからこれは規制当局としての立場を守るための、ある種のポーズと見ることもできるでしょう。彼らは我々は独自に評価を進めているし、2026年には新しい評価を公表する予定だからこの意見は関係ないというスタンスを強調したわけです。なるほど。さて、この一連の出来事、本当にいろいろな問題が絡み合っていますが、ここから私たちは何を読み取るべきなんでしょうか。この意見が何よりはっきりと示しているのは、企業がいかにして科学的なプロセスそのものに影響を与え、自社製品に有利な科学的根拠を作り出せてしまうかという現実です。考えてもみてください。この論文は学術界で600回以上も引用されていたんです。600回、それはすごい数ですね。グリフォサートに関するすべての論文の中で、引用数でトップ 0.1% に入るモンスター論文でした。つまり、この一つの論文が、世界中の国でこの除草剤はうちの国で使っても安全ですというお墨付きを与える根拠の一部になっていた可能性があるわけです。その影響力は計り知れません。そう考えると本当に恐ろしい話ですね。裁判で内部文書の公開に尽力したブレント・ウィズナーという弁護士の言葉がすごく印象的です。このゴミのようなゴーストライトされた研究はようやくそれにふさわしい運命をたどったと。かなり強い言葉ですが、彼の怒りが伝わってきます。彼はさらに企業が査読プロセスをいかに根本から蝕むことができるかを示す典型例だとも指摘しています。ここで私たちが考えなければいけないのは、科学的な真実そのものについての議論と、科学のプロセスにおける倫理の問題は分けて考える必要があるということです。と言いますと？この論文はその結論、つまりグリフォサートは安全だという主張が科学的に正しかったか間違っていたかという点以前に、その作成プロセスに重大な不正があったために撤回されたんです。なるほど。科学というのは透明性と客観性という土台の上に成り立っています。その土台が不正によって崩された時点で、その上にどんな立派な結論が載っていたとしても、それはもう科学としては信頼できないということなんです。
つまり仮に万が一結論だけは正しかったとしても、その導き方がインチキだったらそれは科学論文として認められないと。その通りです。信頼できないプロセスから生まれた結論は、たとえ偶然正しかったとしても科学的な根拠とはなり得ません。もしそれを許してしまったら、どんな不正でも結果が良ければ全て良しになってしまいますからね。今日は25年間も信頼されてきた科学論文が企業のゴーストライティングによって書かれていたという衝撃的な事実、その撤回の経緯を追ってきました。科学の正しさというのは結論だけじゃなく、そのプロセスがいかに公正であるかにかかっている。そのことを改めて強く考えさせられました。この一件は論文の影響力が非常に大きく、また裁判という特殊な状況があったからこそ明るみに出ました。でも少し考えてみてほしいんです。私たちが目にすることのない他の何千何万という研究論文の中に、これほど露骨ではなくても似たような隠れた影響が存在しないとどうすれば確信できるでしょうか。あなたが次に何かについての科学的根拠という言葉に触れたとき、その研究の資金はどこから出ているのか、著者に利益相反はないのか、ほんの少しだけ立ち止まってその裏側を想像してみる。それがこの一件から私たちが学べる最も重要なことなのかもしれません。さあ今回はですね、ある科学論文をめぐる実に25年にもわたる物語の裏側に迫っていきたいと思います。ある巨大企業が自社の主力製品の安全性を守るために一体どんなことをしてきたのか、その実態が見えてきますよ。これなんと四半世紀ものの間、たった一つの科学論文がある世界的な大ヒット商品の安全性を保証する、いわばお墨付きみたいな感じで絶対的な存在だったわけです。その影響力は本当にすごくて、他の科学者とか、あとは製品の安全性を審査する規制当局からも600回以上も引用されてるんです。これって科学の世界ではこの論文はまず間違いないっていう信頼の証そのものだったんですね。ところがですね、発表から25年近くが経ったある日、その絶対的な信頼を根底からひっくり返すような劇的な展開が待っていたんです。なんと論文を掲載した学術誌自身が、これは深刻な倫理的な問題があるとして論文を取り下げてしまったんですね。一体水面下で何が起きていたんでしょうか。さあその謎に迫っていきましょう。さてまずは事の発端となった2000年に発表された論文そのものから見ていきましょうか。この論文タイトルが長いんですけど、要は世界で一番使われている除草剤の一つラウンドアップの安全性についてあらゆる角度から徹底的に調べて、もうこれで決着をつけようみたいな、かなり野心的な、決定版を目指したような論文だったんですね。でその結論はっていうとすごくはっきりしていて安心できる内容だったんです。この除草剤は人間に重大な健康リスクはもたらしませんよと。そしてここが一番大事なポイントなんですけど、この論文がなぜそこまで信頼されたのか。最大の理由は論文を書いたのがラウンドアップを作っているモンサント社の社員じゃなくて、全く関係ない第三者の独立した専門家だとされていたからなんです。ここにこの話の一番の肝が隠されているわけです。じゃあ一体何がきっかけで状況が変わったのか。話はですね、研究室から法廷へと一気に移ります。このタイムラインを見てもらうとわかるんですけど、大きなターニングポイントはそう2017年です。ここで何が起きたかというと、ラウンドアップが原因でがんになったと訴える人たちが出てきて、その裁判の過程でこれまで門外不出だったモンサント社の内部文書が法廷命令によって公開されることになったんです。でこの公開された内部メールがとんでもなかったわけです。例えばこれ、モンサント社の幹部が本来独立した専門家による論文のはずのものを、実は社内の従業員たちの粘り強さと努力の賜物だって褒めたたえてるんですよ。ちょっとおかしいですよね。つまりこの論文って純粋な科学のためじゃなかったってことがここでバレちゃったんですね。これは事業の自由を確保するっていう、ラウンドアップという会社の看板商品を批判から守って安いジェネリック品に負けないようにするためのちゃんと考えられたビジネス戦略の一部だったわけです。出てくる文書どれもこれも問題だったんですけど、その中でもこれだっていう決定的なメールがあったんです。じゃあそのもう言い逃れできない決定的証拠、一体何だったんでしょうか。そしてこれがそのメールです。モンサントの科学者が2000年の論文についてはっきりこう書いてるんですね。費用を抑えるために我々が執筆して、彼ら外部の専門家はいわば編集して署名するだけにした。2000年の論文はそうやってやったんだと。もうこれゴーストライティングやってましたって自分たちで言っちゃってるようなもんですよね。動かぬ証拠です。さあここまで証拠が出てきたわけですけど、じゃあこの後どうなったのか、科学の世界がどう動いたのかを見ていきましょう。この事実を受けてですね、論文を載せた学術誌の編集長はもうこれはダメだと、モンサントの社員が裏で書いていたこととか未公開の社内データばかり使っているとか、そういう重大な問題を次々に指摘して、最終的に学術誌の信頼性を守るためには撤回しかないとこう結論付けたわけです。ここで面白いのが、モンサントを買収したバイエル社側と学術誌側の言い分が真っ向から対立しているところなんです。バイエル側は
会社の貢献についてはちゃんと謝辞のところに書いてあるから問題ないって主張したのに対して、学術誌側はいやいや、これは科学の成熟さを根っこから揺るがす大問題だとバッサリ。同じことを見てるはずなのに、ここまで見方が違うんですね。そしてこの撤回を求めてきた研究者たちの主張はこうでした。たとえ25年も前の話だとしても、こういう不正なやり方は絶対に許されないんだっていうはっきりとしたメッセージを今こそ送ることが科学の未来のために何よりも重要なんだと、そういう強い思いがあったんですね。つまりですね、この事件の一番のポイントは、論文の科学的な結論そのものが間違ってたって証明されたわけじゃないってことなんです。問題だったのは、その結論に至るまでのプロセスが企業の利益のためにねじ曲げられていたということ。この一件は私たちに非常に重い問いを投げたくています。企業の大きな利益が絡んできたときに、僕たちは科学っていうものをどうやって見たらいいのか、そして何を信じたらいいのか、皆さんはどう考えますか？